やる気が続かない本当の理由。毎年、決意しては挫折する。理想の自分を思い描いても、現実はいつも同じ場所に戻ってくる。努力が足りないわけじゃない。根性がないわけでもない。問題は、あなたの脳そのものにある。この事実を知らずに挑み続ける限り、人生は決して変わらない。なぜ理想の人生は手に入らないのか。朝日を浴びながらジョギングし、オーガニックな朝食を楽しみ、パソコン一台で自由に働く。そんなライフスタイルに誰もが一度は憧れる。だが現実はどうだろう。疲れた体でギリギリに起き、適当な朝食を流し込んで、満員電車に押し込まれながら通勤する。週末はやる気が出ずベッドで過ごし、気がつけばまた月曜日が始まっている。理想と現実の落差に苦しむのは、あなただけではない。多くの人が同じように、変わりたいと願いながら変われずにいる。年始に立てた目標は1週間も経たずに無産し、SNS で努力する他人を見るたびに、自分のだらしなさに嫌気がさす。だが、ここで一つ問うべきだ。本当に、それは意志の弱さのせいなのか。あなたには覚えがあるはずだ。確かに、やろうと決めた瞬間は本気だった。ノートに計画を書き出し、アプリを使って記録を始め、最初の数日は高揚感すら感じていた。だがその熱は次第に冷め、気づけばまた今度というわけをし始める。なぜ人は、やる気を維持できないのか。なぜ望んだ未来を、自分の手で握り続けることができないのか。その理由は、あなたの脳の構造そのものにある。人間の脳は、変化を本能的に拒むように設計されている。新しいことを始めるには、大量のエネルギーが必要になる。逆に、今まで通りの生活を続ける方が、圧倒的に楽で安全なのだ。これは意志や性格の問題ではない。生物学的な本能だ。体が危険を避けて安全なルートを選ぶように、脳もまた省エネで済む行動を好む。だから、あなたが変わろうとするたびに、見えない力が引き戻そうと働くのだ。SNS や自己啓発本はやればできると叫ぶが、それは真実の一部に過ぎない。本当の問題はなぜ、やる気が長続きしないのかを突き詰めていないことにある。継続できないのは、あなたの気持ちが弱いからではない。脳が変化をエラーとして認識し、元のパターンに戻そうとするからだ。だから私たちは、変わるために、まず脳という見えない敵と向き合う必要がある。一方で、自己責任の空気が蔓延する現代では、変われない自分を責め続けることになる。あの人は頑張ってるのに、自分だけが停滞している。そんな感情が蓄積すれば、やがて自己否定に変わっていく。自分には無理なんだ。何度やってもダメなんだ。そうして挑戦する意欲そのものが削られていく。だが、それこそが最大の落とし穴だ。変われないのは、あなたがダメだからではない。変わることが、本来、異常なほど難しいことだからだ。この事実を知らない限り、どれだけ決意しても同じ場所をぐるぐる回ることになる。大切なのは、理想を抱くことではなく、脳の仕組みを理解し、それに合わせた戦略を取ることだ。夢を見てはいけないわけではない。だが、夢だけでは現実は変わらない。変化とは戦略であり、科学であり、設計なのだ。あなたの意志の力に任せるのではなく、意志が弱っても進み続けられるように道を作る。それが、理想の人生を現実にする第一歩である。脳はなぜ変化を拒むのか。私たちが何かを変えようとするたびに、見えない力が背中を引き戻す。やる気はある。目標もある。だが、なぜか思うように進めない。それは気のせいでも、根性の問題でもない。人間の脳には現状を維持しようとする本能的な防衛機能が備わっている。この正体こそが、変化を阻む最大の障壁だ。脳の最大の使命は生き延びることだ。そのために脳は、常にエネルギー効率を最優先に行動している。人間の脳は体重のわずか 2% ほどに過ぎないが、1日の総エネルギーの 20% 以上を消費する。つまり、非常にコストがかかる期間なのだ。だから脳は、できるだけ考えないことを選ぶ。過去に使ったことのある行動パターン、すでに慣れ親しんだルートを優先して使おうとする。それがルーティンや習慣だ。脳は新しい道を切り開くよりも、踏み固められた道を歩く方が、圧倒的に省エネで済むと判断する。この脳の性質が変化を拒む理由となる。例えば、あなたが明日から早起きして運動を始めようと決めたとしよう。脳にとってこれは未経験の新しいプログラムだ。それはまるで、ジャングルに新しい道を切り開くような行為だ。草をかき分け、足場を整え、何もない場所に道を作る。当然、時間もエネルギーもかかる。脳はそのコストを回避しようとし、あなたにやめておけ、また今度にしろ、と囁く。これは意志の弱さではない。脳の防衛本能だ。神経科学の研究によれば、同じ行動を何度も繰り返すと、脳内に専用の神経回路が構築される。これが神経可塑性と呼ばれる性質だ。一度できた神経回路は、いわば高速道路のようなもの。無意識のうちに同じ行動を選び、実行できるようになる。反対に、
新しい行動はまだ道が整備されていない未開地。だから歩きにくく、戻りたくなる。特に成人になると、既存の神経回路はより強固になる。長年使い続けた行動パターンが、深く脳に刻まれているからだ。新しい神経回路を形成するには、より多くのエネルギーと時間が必要となる。このことが、年齢を重ねるほど変化が難しくなる理由だ。だが、ここで絶望する必要はない。脳の可塑性は、年齢に関係なく一生続く。つまり、脳は何歳になっても変われるのだ。ただし、その変化には脳が納得するやり方が必要になる。例えば一度に全てを変えようとすれば、脳は強い抵抗を示す。ならば、一気に変えようとするのではなく、小さな一歩から始めればいい。脳がこれは負担ではないと判断するレベルから進めることで、無意識の抵抗を回避できる。朝6時に起きるのではなく、まずは7時半にする。運動を30分ではなく、ストレッチを5分だけにする。こうした小さな習慣が繰り返されることで、徐々に脳の中に新しい道が作られていく。やがてそれは太くなり、抵抗なく進めるようになる。変化を望むなら、脳の構造を無視してはいけない。やればできるという感情論では、脳は納得しない。必要なのは、脳の仕組みに合わせた戦略的な設計だ。あなたの脳は、あなたの敵ではない。ただ、極めて保守的で慎重なガイドなのだ。その性格を理解し、無理なく進む道筋を整えてやること。それが、変化を現実にする唯一のアプローチである。習慣とルーティンの違い。多くの人がこの2つを同じ意味で使っている。朝のルーティンを習慣にしたい。運動を習慣化したい。だが本質的に、習慣とルーティンは全く異なるものだ。この違いを理解しないまま行動を始めると、やがて混乱し、挫折する。まず、ルーティンとは意識して実行している行動の連いだ。つまり、まだ自動化されていない。朝起きて、顔を洗い、歯を磨き、服を着る。これらは、時間内に外出するための計画的な一連のプロセスであり、目的に沿って能動的に構築されている。それぞれの行動には、小さな意思決定が含まれている。今日はどの服を着るか、どの歯ブラシを使うか、どの順番で準備するか。これはすべて、脳の前頭葉にあるプランナーが管理している。一方、習慣は意識しなくても自動で行われる行動である。信号を見ずにスマートフォンを手に取る。席に座った瞬間にコーヒーを口に運ぶ。あるいは、通勤電車で無意識に SNS を開く。これらは考える前に始まっている行動であり、すでに脳の自動処理ルートが構築されている状態だ。つまり、ルーティンはまだ努力が必要な段階。習慣は努力なしで繰り返せる段階。この違いが何を意味するか。ルーティンは脳の資源を大量に使うが、習慣はほとんど使わない。だからこそ私たちは、日々の生活の中でできる限り多くの行動を習慣に落とし込もうとする。脳がエネルギーを節約するために設計した生存戦略でもある。しかし、ここで重要なのは、ルーティンから習慣に変わるまでには、明確な移行期間が存在するという点だ。この期間、プランナーはまだ関与しており、決断や意思が必要になる。この段階で多くの人が疲れた、続けられないと感じ、やめてしまう。なぜなら、まだ行動が自動化されておらず、脳がフル回転している状態だからだ。この時期を超えるためには、単なる根性では不十分である。明確なトリガー設計と、エネルギーの消耗を最小化する工夫が求められる。トリガーとは、行動を引き起こすきっかけのこと。例えば朝起きたらすぐに水を飲む。や、歯を磨いた後にストレッチをする。といったように、既存の行動に新しい行動を結びつけることで、ルーティンが習慣へとスムーズに変化する。この方法は連結戦略と呼ばれ、認知的な負荷を最小限に抑えながら習慣化を促す強力な技術だ。もう一つ、ルーティンから習慣に変化するために欠かせないのが繰り返しだ。研究によれば、新しい習慣が安定するまでには平均66日、場合によっては100日以上かかる。この期間を耐え抜くためには、行動のトリガー、頻度、環境の整備が鍵となる。それがあって初めて、行動は考える必要のない状態に到達する。要するに、ルーティンはスタート地点、習慣はゴール地点。脳にとってルーティンは負担であり、習慣は救済だ。だから私たちは、まず計画的にルーティンを設計するところから始めなければならない。そしてそれを、脳が納得する方法で、繰り返し与えていく。その先に、自動的に動くもう一人の自分が育っていく。意志の力を必要とせず、望ましい行動が当たり前になる領域。それが習慣化の本質だ。うなる幼児との付き合い方。頭では理解しているのに、なぜか行動できない。早起きしようと決めたのに、アラームを止めてまた眠ってしまう。甘いものを控えようと決めたのに、目の前のケーキに手が伸びてしまう。このジレンマの正体は、あなたの中に住んでいるうなる幼児だ。このうなる幼児とは、
私たちの脳の原始的な部分を象徴する比喩である。脳幹や大脳辺縁系といった進化的に古い領域は、即時の快楽や本能的反応を司る。これらの領域は理性や長期的な利益よりも、目の前の刺激に反応することを優先する。空腹、快楽、不安、退屈、寂しさ、そのどれもに、うなる幼児は敏感に反応し、すぐに何かを求めて手を伸ばす。例えば、あなたが勉強中にスマートフォンの通知音を聞いたとする。次の瞬間、うなる幼児は目を覚まし、あなたの意識をそちらに向けさせようとする。理性では今は集中すべきだと分かっているのに、身体は勝手にスマホへと動く。これは意志の敗北ではない。単純に、感情と欲求に反応するシステムが、あなたの中に存在しているということだ。この幼児にダメと怒鳴っても意味はない。彼は論議を理解しない。代わりに、今すぐ気持ちよくなりたい。今すぐ退屈を消したいという原始的な欲求だけを追い求めている。そして厄介なことに、この幼児の力は非常に強い。だから私たちは、毎回は勝てない。いかに理性的な計画を立てたとしても、この幼児に主導権を握られた瞬間、それは簡単に崩れる。ではどうすればいいのか。答えはうなる幼児と敵対しないことである。彼を押さえつけようとすれば、かえって反発が強くなる。無理に我慢させれば、その反動でより強烈な衝動が返ってくる。だからこそ大切なのは、扱い方なのだ。理性ではなく感情に働きかけ、うなる幼児が満足できる別の道を用意する。例えば、勉強を30分終えたら、5分間だけ好きな動画を見てもいいというルールを作る。これは報酬設計と呼ばれる戦略だ。目の前の快楽を完全に断ち切るのではなく、段階的に与えることで幼児の暴走を防ぐ。もう一つ有効なのが環境デザインだ。うなる幼児は視覚や音に極めて敏感だ。お菓子が目に入ると食べたくなる。通知音が聞こえるとスマホを触りたくなる。ならば、視界から誘惑を消す。スマホは別室に置く。お菓子は買わない。テレビのリモコンは引き出しの奥にしまう。これは意志の力を使わずに、衝動そのものを未然に防ぐ方法だ。さらに重要なのが、小さな成功体験の積み重ねだ。うなる幼児は遊び心を持っている。褒められると喜び、ゲーム感覚で行動することを好む。ならば、習慣をゲーム化する。毎日の目標達成にポイントをつける。チェックリストを作り、できた数を視覚化する。それだけでも、幼児は満足する。行動の継続が、次の行動を引き出す力となる。そして最後に、忘れてはならないのが受け入れることだ。どんなに準備しても、どんなに戦略を講じても、幼児は時に暴走する。その時、自分を責めないこと、完璧を目指さず、2日連続で崩れなければ OK とする。失敗を終わりではなく中断として捉えることで、立ち直りが早くなる。うなる幼児とは、一生付き合っていく存在だ。だからこそ、叱るのではなく、導く、押さえつけるのではなく、なだめる。その関係性を築けたとき、あなたの内面にある衝動は、最も強力な味方へと変わる。変化は、意志の力で戦い続けることではない。内なる衝動を理解し、共に前へ進むことなのだ。習慣形成の実践戦略。変わりたいと思ったとき、最も重要なのは実行可能な仕組みを持っているかどうかだ。意志の力は最初のきっかけにはなるが、それだけでは長続きしない。だからこそ、習慣形成には戦略が必要だ。計画ではなく、構造。根性ではなく、仕組み。ここからは、実際に使える具体的な方法論に焦点を絞っていこう。まず前提として、習慣は小さく始めることが原則だ。これは脳の抵抗を最小限に抑えるための戦略であり、あえて簡単すぎる行動からスタートする。例えば、筋トレを始めたいなら腕立て5回、勉強習慣をつけたいなら1ページ読む。このような行動は、小さすぎて失敗しようがない。だから続く。そして、続くからこそ、脳はそれを安全なルートとして認識し始める。この成功体験の積み重ねが、習慣化の第一歩となる。失敗しない設計をあらかじめ組み込んでおくことで、脳は警戒を解き、行動を自動化する下地ができる。習慣形成は勝負ではない。摩耗戦でもない。最も重要なのは、やめたくなる前に終えることだ。たとえ行動が1分で終わっても構わない。その代わり、それを毎日繰り返す。習慣とは量より頻度で育つのだ。次に取り入れるべきはトリガー設計である。新しい行動は、それ単体で存在していても定着しない。すでに存在する行動と結びつけることで、初めて脳に定着しやすくなる。これをハビットスタッキング、習慣の積み重ねという。例えば歯磨きの後にスクワットを5回する。朝のコーヒーを飲む前に深呼吸を3回する。このように既存の習慣の後ろに新しい習慣を連結させることで、認知的負荷を減らすことができる。重要なのは、トリガーは具体的で毎日確実に起こる行動に設定することだ。気が向いたらではなく、朝食の直後に夜会社から帰ったらすぐにといったように、時間、場所、
文脈のいずれかに紐づけることが効果的だ。これによって行動の自動化が一気に進む。さらに環境デザインも欠かせない。人間の行動の大部分は意思ではなく環境によって決定されている。ギターを弾きたいならギターを目立つ場所に置く。読書を習慣にしたいなら本をベッドサイドに置く。運動したいならウェアとシューズを玄関に出しておく。望ましい行動が目に入るように配置し、逆に望ましくない行動は視界から外す。これだけで行動の実行率は大きく変わる。また報酬設計も戦略の一つだ。人間は快楽を求める存在だ。ならば望ましい行動に小さなご褒美を用意しておく。ストレッチの後にお気に入りの音楽を聴く。10分勉強したらチョコを一粒食べる。このように行動と報酬をセットにすることで、脳はその行動にまたやりたいという感情を結びつける。ここで注意したいのは、報酬は行動と矛盾しないものでなければならないという点だ。運動の後にケーキを食べれば本来の目的を打ち消してしまう。報酬は小さく軽くすぐに得られるものが理想だ。そして最後に導入すべきが記録と可視化である。人は進捗が見えることで満足を得る。今日やったことが目に見えると続いているという実感が生まれ、さらなる行動を促す。紙のカレンダーにチェックを入れる。アプリで日数を記録する。シールを貼るだけでもいい。重要なのは進んでいる感覚を自分の目で確認できるようにすることだ。完璧を目指す必要はない。むしろ 80% の成功で十分とするくらいがちょうどいい。途中でスリップしても構わない。2日連続でやめなければそれはまだ継続中なのだ。習慣形成は短距離走ではなく長い航海である。小さな舵を毎日握りながら着実に進んでいけばいい。スリップと継続のコツ。どれほど入念に準備しても、どんなに小さな習慣から始めても途中で必ず訪れるものがある。それがスリップだ。続けられない日、忘れてしまう日、気が乗らずにやらなかった日。スリップとは計画の中断であり、完全な失敗ではない。それを終わりと捉えるか一時停止と捉えるかが継続できる人と挫折する人を分ける。人間の脳は一度崩れたら全てが無駄だったと思い込みやすい。この思考癖が習慣形成の最大の敵となる。たった一日の失敗で自分を否定しモチベーションを失い、そのままやめてしまう。しかし本当に必要なのは2日目にどうするかだ。これが2日ルールと呼ばれる継続の秘訣である。1日やらなかったのはいい。問題は2日連続でやめないこと。1日休んでも翌日戻ってくればそれはまだ継続の範囲内だ。習慣とは絶え間なく続いている完璧な連鎖ではない。途切れてはまたつなぎ直す柔らかなリズムだ。スリップは異常ではなく習慣形成のプロセスに含まれている。だからこそ重要なのはスリップを責めないことである。自分を責めれば罪悪感が強化される。その罪悪感がストレスとなり、脳にとっての習慣イコール苦痛という関連付けが生まれる。これが習慣形成を根本から壊してしまうのだ。ではどうすればスリップに強くなれるのか。その鍵は柔軟な設計と記録の力にある。まずは習慣の設計段階で完璧ではなく継続を優先すること。毎日1時間の運動ではなく1日おきでもいい。週に3回でも OK といった柔軟性を持たせておく。この心理的余白があることで1回のスリップが脱落に変わるのを防げる。習慣とは日数よりも累積で育つ。5日連続よりも30日間で20回やった方がよほど価値がある。だから途中で崩れてもまた戻ればいいと思える設計が必要だ。次に活用したいのが記録の力だ。習慣の記録は自分の実行を可視化するだけではなく戻るきっかけを作ってくれる。カレンダーに印をつける。スマホアプリでログを残す。紙のノートにチェックをつける。たったそれだけでも昨日の印が今日も続けようという心理的なつながりを生んでくれる。また記録には自己対話の役割もある。スリップした日にはなぜできなかったかを書き留めておく。仕事で疲れていたのか、気分が乗らなかったのか、他の予定が詰まっていたのか。この内省によってただの中断が学習の材料に変わる。学びのある失敗は繰り返されにくくなる。加えてスリップ対策として最も効果的な戦略が事前の許可である。これはあらかじめ休んでもいい日を自分に与えておくという考え方だ。例えば週に1回は休んでも大丈夫とルールを決めておけばスリップに対する罪悪感がなくなる。むしろ戦略的に休むことで翌日からの再開がスムーズになる。習慣は続けることよりも戻ってこれることが大切なのだ。そしてもう一つ、継続の最大の敵となるのが飽きである。最初のうちは新鮮さと意気込みで乗り切れる。しかし数週間経つと脳は刺激に慣れ惰性が始まる。この段階で重要なのは微細な変化を取り入れることだ。読む本を変える。時間帯を少しずらす。場所を変えてみる。ごく小さな変化でも脳にとっては新たな刺激となり、
意欲が回復する。継続とは直線ではなく曲線だ。上がったり下がったり、時には止まりながらも全体として前へ進んでいればいい。完璧な継続よりも何度でも戻ってくる強さを育てること。スリップは敗北ではなく習慣を深めるための小さな揺らぎだ。そこに意味を見出せるかどうかが長く続けられる人と途中でやめてしまう人の分かれ道になる。自己否定を超えて進む道。変わろうとするたびにできなかった自分が浮かび上がる。計画は立てた。やる気もあった。なのにまた続かなかった。また同じ場所に戻ってしまった。そんな経験が積み重なると、人はやがて自分には無理だと信じ込んでしまう。だが、その結論は誤解だ。何度も失敗したからといって、あなたがダメなわけではない。行動できなかった理由は、意志が弱いからでもない。問題は、変化の仕組みを知らずに戦っていたことにある。あなたが立ち向かっていた相手は、単なる怠惰ではない。それは、脳の抵抗、環境の影響、衝動の構造、そして人間であることそのものだ。私たちは時に自分に対してあまりにも厳しすぎる。一度の失敗で自分の人格ごと否定しようとする。だが他人が同じように失敗した時、あなたはそんな風に責めるだろうか。おそらく違うはずだ。よく頑張ったよ。また明日やればいい。そう言って励ますだろう。けれども相手が自分となった途端、その優しさは消え、厳しさだけが残る。その矛盾こそがあなたを苦しめている。自己否定は変化に最も悪影響を与える感情だ。それはやる気を奪い、自信を傷つけ、挑戦をやめさせる。脳にとって失敗と流行ってはいけないことになり、次の行動が怖くなる。失敗を恐れれば行動は慎重になりすぎ、ついには動かなくなる。そうして人は目標を持たないことで自分を守るようになってしまう。夢を持てばまた傷つくかもしれないからだ。けれどそれは本当の自分ではない。あなたの中には何度でも立ち上がる力がある。どんなに失敗してもそれでも挑み続けたあなたの姿は何よりも強い証だ。それができたのは希望を捨てなかったからだ。そしてその希望こそが変化を支える本質的なエネルギーになる。変化は特別な人間だけのものではない。成功者に見える人たちも数えきれないほどのスリップを経験している。違うのは戻ってきた回数だ。失敗から何度でも立ち上がり、自分を責めるのではなく方法を見直して前に進んできた。変化とは完璧に続けることではなく、何度でもやり直せる自分を信じることだ。だから今ここで決めてほしい。自分を責めるのはもう終わりにしよう。できなかった日があったとしても、それは挑戦していた証だ。無気力な日が続いても諦めずにこうして考えている自分がいる。その事実だけで十分に価値がある。あなたはあなた自身にとっての希望であり続けていい。そしてこれから何度でも自分の人生を選び直していい。変化には計画よりも優しさが必要だ。意志よりも理解が必要だ。まずはできなかった日の自分を許すこと。そこからしか真の継続は生まれない。そしてその継続が積み重なった時、いつの間にかあなたの人生は変わっている。ここまで歩んできた全ての時間に意味がある。繰り返してきた挑戦も挫折も全ては変わるための準備だった。今のあなたにはその全てを生かすだけの理解と力がある。だからもう一度始めよう。今回は過去と違う。なぜならあなたはもうなぜ続かないのかを知っている。そしてどうすれば進み続けられるのかも学んできた。あとはそれをあなたの現実につなげていくだけだ。人生はいつでも書き直せる。あなたはそのペンを今この瞬間にも手にしている。